when we were dazed and confused. カズトとアランに弁当だよ。ありましたね。始まりました。そうです、皆さん覚えてますか？もちろんです。10話の冒頭の方で、雨の中ね。雨の中、カズトとアランがね、このキッチンカーで働きに行くカズトに対する思いがある亮太、せめてお弁当サンドイッチを作って渡すという時のいろんな気持ちを込めたね。そうなんです。その言葉だったから。あのサンドイッチに挟んだは卵やレタスやパンやないだ、そのハムやないね、もう気持ちを挟んだサンドイッチを渡した。嬉しい。ちょっと興奮冷めやらないですけれども、全然冷めやらない。はい、じゃあ今回もボーイフレンドナイト始めたいと思います。皆さん、ついにですね、7月30日に最終話、9話10話が配信されまして、どうですか、反響の方なんかは。すごくないですか？直接の DM がすごいことになっちゃって、ゲイの友達が今日で終わるわねっていう最終の配信前のおセンチ DM で、そして終わった後の終わっちゃったわね、恋ってやっぱこういうもんだったわねっていうの100通ぐらい来ましたよ。マジでマジで来ました。僕ももうなんか4年ぐらい連絡取ってないお姉ちゃんから「私は今メルボルンにいます」っていう LINE が来ました。で、なぜ LINE をしたかというと、ボーイフレンドが面白すぎてっていう。人と人をつなぐんだ。そうなんですよ。メルボルンでも話題になってるそうです。雪が溶けたんだ。雪が溶けてね。本当に海外の友達からめちゃくちゃ来ます。日本の友達よりも海外の友達から。世界中からすごい反響。はい、このボーイフレンドですけれども、過去3回にわたってですね、このボーイフレンドナイトやってきたんですけれども、今回場所がちょっといつもよりもお広いでございます。スタッフの数も4倍ぐらいあります。そうなんです。何があるのかしら今日は。なんと、ボーイズたちが勢ぞろいする回でございます。緊張しちゃったもん、本当に。あのみんなに会える。そうなのよ。本当に興奮しすぎて寝られなかった。嬉しい。でですね、今回ですね、事前にX の方で、視聴者の方からボーイズのみんなに質問とか、感想コメントとかそういうのを募集しましてですね、こっちに結構ありますんで、聞きたいよ。後ほどね、この質問なんかも皆さんの質問をぶつけさせてもらいます。早く来て。じゃあ行きますか。行きましょう。行きますか。なんかね、あっちだよね。あっちかな、出てくるのかな。あっちか。では登場してもらいましょう。どこ影が見える、影が見える。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、待って、一回待って、怖い、怖い。一度にちょっと受け止めきれない、この感動が。ファンミーティングとかってこういう感じなんやね。ちょっと待って、すっごい興奮しちゃった。わお座りになってください。はい、ボーイズの皆さん、ありがとうございます。ちょっと座ってください。失礼します。いや優作さんもいる。いや、優作みんなでも、しかも実物の方がめっちゃかっこいいじゃん。どうしちゃったの？素敵。なんか輝いてるね。ねすごいじゃん。本当アイドルグループみたい。かっこいいみんな。やだ、もう今ウィンクされちゃったんだから私。あんたすぐそうやって。いや、ちょっとどうしよう。超嬉しい。やっと会えた感がすごいですよね。ちょっと3分黙って見てていいですか。一
一応ね、はい一応これ見てる人は多分ボーイフレンド見てるからあれやけど自己紹介をね、いいですねちょっとしてもらいましょうか。じゃあ誰からいきましょうか。はい、大です。今大学生やってます。よろしくお願いします。中西俊です。今アーティストをやってます。よろしくお願いします。シュン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 。やっぱ当たり前やけどみんな喋り方やなっていいよね。あのままだわ。じゃあカズ。カズトです。今も変わらず飲食店で働いてます。モテモテ。モテモテ。ちょっとカズと髪が若干伸びたね。伸びてちょっとめっちゃ似合ってる。ツヤツヤ。アランです。なんだろう。このまま元気でやってます。よかったよ。よかった安心。元気そう。テホンです。相変わらずデザイナーやってます。皆さん大好き。やっぱジャケットの上からでもこの体がわかるね。暑いもんね。期待日が。はい。じゃあゲンセちゃん。現世です。ヘアメイクしてます。ちょっと足が届かないので組ませていただいてまゴーカートの時のね。もう持ちギャグを。足が届かないのやつね。りょうたです。モデルとあと飲食店カフェの店長やってたんですけど、モデルの仕事を今集中して現在はしてます。素晴らしい。おしゃれさん。出た。ゆうさくです。ゴーゴーダンサーやってます。よろしくお願いします。最高。ちょっと鶏肉事件に関しては後ほどちょっと聞きます。後ほど聞きますんでね。いろいろ聞きたいことあるんで。じゃあはい。郁夫です。飲食店で働いてます。よろしくお願いします。ちょっとなんか大人な感じになってる気ますね。しっとりしてますね、郁夫君。最初側転してたから。スーパーマンやってた。ね、びっくりしてたね。暴れ回ってましたけどもね。じゃあちょっともう本当にもうざっくばらんに質問したい人からいきますか。じゃあもうしょっぱなからこれ大春絡みいっちゃいますか。いっちゃうんですか。はい。隣に座ってますけれども。すごかったじゃん。はい。あなた。あなたね。あなたやるわよね。本当に。家じゃないのよ。全部知ってたからこっちはもう。結果的にやってんねやからいろいろ。どうやったんですか。こう結構割と最初からまあ。大はもう聞かれてみたいな感じだったじゃないですか。でこう俊は好きやっぱり嫌だみたいなずっと繰り返してたじゃないですか。序盤どうやったんですか。気持ちはね。最初の頃はあんまり興味がない人だったので、自分の中で僕がこの中でも大は割と興味ない方の人やったんです。そうですね。でも最初のコーヒートラックの研修でめっちゃ落ち着いてすごいなんかこの人いいって思ったのがピークで。それがピーク。もうでもややこしいこと言いがちだから一回そこでピーク迎えて。でも勘違いなのかなと思ってもうゼロだったずっと。でデート行ったじゃない。あの時ね地獄みたいな。あれは物議を醸し出しましたね。そうみんなどうしてっていう。カワウソに負けた。そうですね。あの時はなんだろうね。なんか気になると言われるから行く。言ってあげるの精神。言うからじゃあ行こうかみたいな。そうです。でもそこで好きになれば御の字と思ってたので。可愛い。でもちょっと冷めちゃったんですよ。それはやっぱり作品の中でも言ってましたけど、ちょっとこうテンションというか。はいそうです。そのリアクション0と100って感じだったので、無理にテンション上げてね多分しようとしてたのがかえって盛り上げようと思ってオーバーにしてた。いらなかったっていうね。一つはいどうぞ。ゴーカートで勝ったじゃないですか。あれな。1位になって何でもじゃあ願いが叶いますって言われるのを知ってた上で1位を狙ったんですか。そうです。なんか郁夫さんには負けたくなくて。それは何やっぱり郁夫も大のこと気になってるっていうのがあって
いやそこはちょっと分かんなかったですけど、単にゴーカートが負けたくなかったってこと？強そうです。強そうだかゴーカートのスキルで負けたくなかったっていう。そういう感じかな。ら。でもね最後何もなかったもん。僕いらないですって。あれは何？なかったですね。中何にもなかったんだ。あ、そう。それを聞いた時周りの皆さんはどうなんか本当地獄みたいな空気になってたけど。でも結構いい加減にしてと思いました。そうよね。キス今じゃない時あったじゃないですか。あれね。1回目の時かな。一回海沿いでね。海沿いで。あれはもうだってしてくださいの合図でしたよね。あれ今だもんね。全世界が今だろうって言ってたんですけれども。いやそうですね。あ、そうですね。今じゃなかあの時じゃなかった。今じゃなかったですね。ふと概念でキスをすれば友達か恋人か分かるみたいな。あ、なんか言ってたよね。おっしゃってましたね。ただそれを言っただけ。あなたこれ番組全体の予告編でものすごいキラーフレーズとして使われてた言葉よ。世界中がこけたっていうね。でも大はあの時これはしようっていうことなんだなってまあ思ったよね。もう回収しなきゃみたいな。そうね。完全に。でそれ俊としてはキスだよねって大思っちゃうかもしれんなっていうのは分かってた。いやあざとい。なんかやれよね。いやさすがにその場ではしないって分かってるかなと思って。でもそういうことをしたら分かるよねっていう概念の話。概念の話か。今回2人の関係を絶対イケイケガールズと話したじゃないですか。そう友達。友達たちはなんて言ってたんですか？大丈夫みたいな。ボロボロになってってるからね途中ね。悩み相談はしてたの？いや軽くやばいよみたいな。しゅんくん多分やばいよみたいな風に。そんな2人をご覧になって周りの皆さんはこうどうしてたの？大変だったじゃない。確かに。後半になってからはもうどうせ仲直りするんだろうなと思って放置したんですよ。で後ろでパジャマ着てパックしてスマホを見てたりどうせ仲直りする。そっか。取り扱いが分かってくるようになったんだね。なるほど。でもそう俊のこれもう大だって思った瞬間っていつだったんですか？瞬間はなんだろう。でも本当に最後らへんまで悩んでました。本当にそうなんや。はい。これが激しかったので、なんかでも好きと言いたかったです。その最後に、はい。きっかけはないかも。だんだんと。だんだんね。気づいたら最後にっていう。で最後は旬からキスをしたじゃないですか。はい。あれはやっぱこの作よあれ。回収した感じご自身の中で。そうですね。あのシーン同じちょっと拒んだシーンでの場面だったので、場所はね。はい、そこで僕からしたらなんかね、アナザースカイ的な。全然違うな。あの場所で。あの場所でね。ここが旬のアナザースカイ。あの場所に忘れてきたキスを取りに来たよっていう。決める子ですな。でも大がそれに対してもう本当に根気よく「いやもう旬大好きだよ大好きだよ」ってずっと言い続けたっていう、あのかっこよさ、ね、どういう気持ちだったんですか？その辛かったよね。いやなんかもうしゅん以外に何も見えてなかったので1ヶ月半。羨ましいそんなこと言われて。郁夫の立場は？郁夫の手紙書いてくれてたよ。仲間としてね。あったじゃんか。そうだよね。そうまあでも郁夫にとかね、にもなんかちらっと動きかけたみたいな時もあったやんか。郁夫の風はすごい気持ちよくて乗っちゃおうかなみたいなこれにもって思ったけどやっぱり一瞬でした。2回目のフラグみたいな。だってキッチンで料理してる時にさ旬が謝りにあそこの時の大の顔がもういいお母さんの顔じゃん。よく言えたねっていう、あれ素敵なシーンでしたよね。本当にいい関係だったんだね。はい。じゃあちょっと他の事件もね、じゃあちょっとインターネットを賑わせたあの事件を伺ってもよろしいですかね。鶏肉事件。肉をガン詰められて。鶏胸肉事件ですね。厳密に言うと。
まさか鶏胸肉が買えないっていう状況になるのはと思ってなかったんですよ。可愛い無理大事だからね。大もあんなに詰めるのもすごくない？でも経理をね任されてたから。あれ言うのもすごいし。かもあんなすぐいなくなるなんて聞いていないので先は長いと思って確かに。そっか。そう考えて実はなんかあんな形正直他のメンバーの皆さんは鶏胸肉戦争をどうご覧になってたの？でもそのアランが言ってくれた言葉がすごいコーヒートラックの売り上げから優作さんの鶏胸肉代を補填してっていういいアイデアをねいただいたんで。でもなんか大がやっぱりあそこをみんな集めて勇気を振り絞って多分言いづらい話だったと思うのにみんなのことを考えて作った時間が結構やっぱりそういう大の気持ちと優作の気持ちとみんなの気持ちがなんか僕はあれがすごいはっきり見えてそうあの言葉がもう本当にナチュラルにパッときましたね。あれ大事だよねあれはね。でちゃんと優作もねその後大に言いにくいこと言ってくれてありがとうって、そう本当に姿勢も素晴らしかった。大君を傷つけてしまった全然僕がそういうところにこう見えてなかったのがちょっと悪いなと思っちゃって。そんなことないよ。そんなことないよ。ね、でもちょっと年齢もちょっとは気になるやん。こう年下に謝るってちょっとだけなんか謝りにくいとこもあるかもしれんところをなんかごめんねっていうの大事だと思うし、本当ああいうのはさ現世とかはああいうこの胸肉でバチバチやってるのどういう風に見てたの？でも僕大君と一緒に経理やってたのでも売り上げ1700円しか稼げなかったから自分たちがそうなんですよ。やっぱフェアに行かないと。でもそんな早く出ると思わなかったからもうちょっと食べさせてあげればよかった。けどあれ美味しいんですか？美味しくないです。美味しくないよ。喜ばずって言ってた。持ってきてくれたの？見てます。鶏胸肉もうできたの？オリジナルレシピで。ジュース見てはこの世界なんなん？鶏胸肉ジュースでわーって言ってる。誰か飲んでほしい。それ作っていたまんまやんね。はい。じゃあ誰が飲んだ？誰が飲んで誰が飲んで？チェフさん私じゃあ飲んでないです。2人ちょっとコップください2つ。マジ？ありがとうございます。これが本当に優作さんが普段飲んでる。そうです。オリジナル。うわー待ってちょっとで。ありがとうございますありがとうございます。すごいドロッと。じゃあ召し上がっていただいて。なんか葉っぱも入ってます？ブロッコリーが入ってブロッコリー。ブロッコリーブロッコリーです。最近 TikTok でこの作り方紹介してるのでいいねしてるよちゃんと。ありがとうございます。見てる TikTok で。香りはね本当サラダチキンみたいな。どう？まず私結構いけるかも。結構いけるかも。飲めます飲めます。マジです普段素材の味で食べてる人間なので味がなくて全然いける。隣とのギャップがやばすぎる。結構人に読んねんな。私結構平気かも。マジ全然味がない。新習慣に。素材の味のみってこと？本当チキンとブロッコリーの香りがスッとするぐらいで。プロだよね。それプロフェッショナルってことだね。すごい。じゃあ続いてどうですか皆さん。亮太ってすごいこう LINE しちゃうじゃん。あれね。でも気持ちはわかるんだけどね。気持ちはわかる。わかるよ。すごいわかるけど、いつもあの時はどういう気持ちだったの？気持ち的には楽しんできてねみたいな感じで送ってましたけど、もうちょっと配慮できたらよかった。いやあれだって本当はみんなやりたいんだもんね。そうみんなやりたいんだけどやるかやんないかっていう答えがまだ日本で出てないんですよ。そうそれを今回すごい考えさせられちゃったなと思って。一石を投じていただいた。そうなんなら過去に全然やってきたなっていう自分はいますもん。やってきたんだけどやってきた。一番重ねられたのよね亮太にね。亮太の動きにすごい重ねられた感じがするし、あとちゃんと意思表示をみんなもするけどさ、亮太もすごいしてたじゃない。好きですとかさ。動き始めてたあれも良かったですよね。やっぱお顔つきがね本当にこう後半に行くにつれてこう意志を持った凛々しいお顔立ちになってったのがすごく印象的でした。今までは意思表示あまりしてなくて、ちゃんとはっきり好きとか伝えるってよりかはなんとなくその
流れとかニュアンスの方が多かったんですけど、ここに来てから、みんなと出会って、その思いの伝え方とかを表現の仕方を勉強してはっきり言った方が伝わるんだなっていうの。それってなんかこうこの人のこういうところが勉強になったなとかそんなんそこは特に大ちゃんの男前なそのシェンに対するところとかめっちゃ素敵だなと思って。だって今つけてらっしゃるそれってまた勘違いさせちゃうんじゃないですか。そうじゃん。そうだ。そうだよね。しょっぱな一旦現世勘違いしちゃったもんね。そうです。なんか僕友達と一緒に見てて、やっぱ友達同士で見るとかっこいい見せ方っていうか出てますよみたいな感じで、まさか勘違いシーンになってて、友達気まずくてみたいになってもう本当恥ずかしかったですそれ。自分的にはすごい勘違いっていうよりももう 100% で感じだったんですけど、両思いとなって思ってたんですけど、そうだよね。恥ずかしかったです。もう字もよく見たら全然違うもんね。確かにと思った。それを見て確かにと思ってました。あとネックレスのプレゼントした時一番最初のやつも伝わらないのかと思ってて。確かに。そうだ。なんで伝わらないんだってなった。自分のやつをアピールしてたんですけど、そこで伝わらなかったからびっくりです僕も。わかるよねと。わかるやろみたいな。僕もその映像で見てすごい鈍感だなって自分で。明らかにね、だってもう思いは伝えてたけど、でもなんかメイクと交換条件だったのかなみたいな。それも自分なりの優しさっていうか、あんまり重く捉えたくなくて。でも最後の本当に現世の伝え方も私はすっごいグッときたというか、自信持ってあなたは魅力的だからっていうのは本当はこっち振り向いてほしいわけじゃないですか。だけども誰か違う人のもとにこう送り出す最後の自信持ってねっていう背中を押す一言、私昨日泣きました。配信見てもう一回泣きました。はい、本当にあれは言えないですよ。言えない。あとちょっと冒頭でね一応名言として取り上げさせてもらいましたけども、亮太が10話でこうお弁当を渡したやんか、カズとアランに。あれは我々が見てるとそのせめてのもの思いを届けっていうサンドイッチやったんかなと思ったんですけど、どうだったんですか？その時カズトがすごく好きだったので、喜んでくれたらいいなっていう気持ちで作りました。優しいね。なんとかこのお弁当で思いが届いて自分にこう気持ちが向いてくれないかなとかっていうのはあった？いや、そこまでなんかそういう気持ちはなかったんですけど、シンプルに喜んでくれたら嬉しいなっていう気持ちで。何かしないとちょっとね収まんない感じもああいう時あるもんね。カズトモテるもん。カズトさん無双。もう本当にずっと働いてた。モテすぎてあんな疲れて空見上げてる人初めて見ましたよ。いやほんま90年代の吉田栄作さんでもあんなも出なかったよ、あそこまで。本当にモテてた。一時マックス6人ぐらい数だったっけ？いやもう本当にメンタルブレイク。途中魂抜けてましたもんね結構ね。言ってもこう思いを寄せられてる状態でみんなで一つ屋根の下暮らすってどういう気持ちになるのあれ？もう誰にも相談できないみたいなそうよね。でだから結構亮太とかは最初からなんか同い年だし、いろいろなんか深い話とかできたんで、僕としては結構何でも話せる友達みたいな感じでいけるかなみたいな思ってたんですけど、そんな亮太からもお前もかって気持ちを伝えてもらったんで、何も悪くないんだけどね。2人ともねいいんだけどモテちゃうからね。どうしようかなみたいな。でもこの好きライバルなわけじゃないですか。でもそのライバルと一緒に暮らしてるわけでしょ。その生活の中でも支障はなかったんですか？ライバルって感じじゃなかったかもしれないです。なんかみんなやっぱりちょっとどっか応援する気持ちもあるけど、でも自分もちゃんと思いが伝わってるから伝えたいっていう気持ちのなんか僕は葛藤が多かった。でもこう焼き餅を焼く瞬間も多分皆さんあるじゃないですか。やっぱそれを目の当たりにしちゃって、もうその焼き餅をこうどう消化していくかっていうのがみんな違ったので、なんか見てて本当になんか優しい世界でした。思いやりもあって。そこが一番勉強になったんだよね、我々も。
郁夫もね頑張っていや頑張った本当にもう途中から入られて大変だったでしょ。大変でした。きついよあれ本当によく頑張った。どんな気持ちだったの途中から入ってみんなそこそこ出来上がってる状態の中入っていくって。でも何も本当に知らない中で自分のただ気持ちで動いてた中だったのでもう本当誰にも言ってなかったんですけどアラン君本当邪魔だなって思いながら言うじゃん。もうめちゃめちゃ悔しかったんです。もうアラン君が絶対的に和人君の横を死守するのはもう悔しすぎてみんなで和人君と行きたい人のシーンがあると思うんですけど、あそこでもう横を死守しようと思ったら逆にいるとかもうそうなんや。やってますなかなかねやってますね。その辺の郁夫からのプレッシャーは感じてた？全然今聞いてびっくりしてます。そんな思ってたんだみたいな。ブロックされまくってたので。まあ郁夫はやっぱりねこのかかってる感じが素晴らしかったもんね。そうよく働いてくれたよね。本当にチャレンジしてね告白もしてね動いてくれて盛り上げてくれましたよ本当に。聞きたいんですけど、郁夫くんがその好きになってもいいですかって質問したじゃないですか。あれって本当はどう思ったんですか。なんて言うんだろう、あの言葉ってすごく難しいじゃないですか。そこ深掘るんだ。そうなんか実際なんか最初の公園ピクニックの時に大とこうちょっといい感じになってんのかなとかなんか一瞬思ってじゃあ郁夫は大なのかなみたいな思ってたんでいきなりこう郁夫が来た時にもういいってもういいよってじゃあもう本当にびっくりだったんだ。いきなりって感じ。いきなりすぎて郁夫がっていうよりもその状況がってことですよね。もういいっていうのね。でもなんかこういろんなこの思いがねこの恋愛だったりで思いが交錯する中を割とこう冷静にテホンさんはこうご覧になってたイメージだったんですけれども、今になって言えるんですけど、最初は確か日本語って自分の母国語じゃないので、それでバタバタして前半はちょっと状況が読めなかったんですね。でやっと自分らしく生活できた時はもうすでに進展がありそうですね、デートに行きたい人って、デートじゃないけどもっと知りたい人、そういう意味で優作さんとカズトを書いたんですね。であんまり話してなかったというか接点がなくて、でも郁夫が言った通りアランはいつもカズトの横にくっついてて他のみんなもカズトを狙ってて、こっちはもうほぼカップルで、じゃあみんなを見守ろうと思って。そうですね。そうか。でもそういう恋愛の部分ではそこまで動きなかったけどやっぱりいろんなことをやってくれてるテホンは素晴らしかった。特にやっぱ俊とのね大俊が揉めて俊に今は正論は一旦置いといてっていう。正直その8話見て確かこういう話したなって思い出してもらったんですね。ちょっと忘れかけてたんですけど、多分俊にそういうアドバイスができたのは昔私多分俊みたいに姫だったんですよ。多分今も姫かもしれないですけど、テホン案外そうなの。姫なんだ。20代の時は俊より多分ひどいクイーンだったかもしれないです。そう付き合ってた相手に俊が大にそういう起こした行動とかを自分も多分やってたなって、それが重なって見えてやっぱりこうしない方が今の愛を守れるよっていう感じで。自分がね気持ちを分かるからこそ言えたってアドバイスで、俊はでもそれ言われてかなり響いてたみたいだけどどうでしたか？なんで怒ってるんだろうっていう感情になってたんです。みんなにも迷惑かけてるし、なのでなんかテホンさんの言葉で思い悩むことじゃないなと思って、傷つけたから謝らなきゃなと思って。キッチンで素晴らしいね、若いのことになるからナイスアドバイス。本当にね駆け込み寺っていう感じだった。なんか俺らも勉強になったよね。なんかいろいろ教えてもらった。最後に俊と別れる時に何か物を頼む時は丁寧にねって最後一言言ってたじゃないですか。だから私本当にテホンはみんなにとって本
保護者じゃないですけど、メンターみたいな。そうなんか本当にいろんなところをケアして現在との会話とか小さいところのみんなのこうささくれ立ってるところを一個一個丁寧にケアしてたから、もう人間として超リスペクトですよね。もうすごい本当にみんな思ってたと思います。かといってここのメンバーって一人誰か強烈なリーダーがいるっていうわけでもない感じに映ってたんですけど。そうでしたね、確かに。誰かがどこかで助けてくれるじゃないですか。なんか本当に居場所がなくなってもアランが「いや大丈夫だよ」って言って、そのなんかみんなのためを思ってやったんでしょとか、みんながこう罪悪感感じそうなところを全部受け止めてくれるから「アラン!」みたいな。アラン優しいよね、本当に。でこの2人もねいい感じにこうなってね。最初のお泊まりの時の、ちょっと切り込んでいいですか。いいですか、ちょっとそこ私聞きたかったんですよ。私もね、話はお兄さんの方から言ってもらいたいなと思ってましたよ。ちょっと一番最初1回目のお泊まりのデートの時に、まあちょっとアランがグイッと行ったところ、カズトがちょっとってなったっていう、あれはちょっと一連のあの事件はどうやったんですかね。まずお風呂もそもそもお二人で入られてたじゃないですか。あれなぜそうなったのか、まず教えていただいてよろしいですか。はい、なんでそうなの？自然とだったけどね。自然となんかならないんですよ。なんかまだ会ってどれくらいだったっけ、カズトと初めましてで。1週間も経ってない。1週間も経ってなくて、なんならまあ本当に3日4日ぐらいだった気がするんですよ。だからもうちょっとすごいなって。で僕はどちらかというとなんかその。まあ恋愛っていうかもうテンションが高くなっちゃってて、もうああいうところをもうね、客室露天風呂あげみたいな、全部があげだし、でなんかそこのなんかもう普段どうやって例えようかな、R&B が好きなんですけど、もうテクノのリズムになっちゃってたというか、やばいみたいな。そう多分それをなんかストップするような性格じゃないので、やめてもうちょっと落ち着いてみたいな、じゃなくて乗ってくれた感じに解釈して。でカズトはだいぶ序盤からあれちょっとアランやべえぞみたいな、アランの BPM がやべえぞみたいな感じは感じてたの？すごかったんで、はい、だからまあなんかこう拒否とかそういうのはまあなんかあんまりしたくなかったっていうか、あんましいひんタイプやもんね。しないように。アラン的にはどの段階でカズトちょっと引いてるかなっていうのは全然気づかなかったです。嘘でしょ？あの夜はもう本当になんかどちらかというと一生の感じだと思ってたんですよ、僕は。そうか。そうまああそこではね映ってないけど、結構長く外でお互いの話とかも話したりとか、まあ普通の話。そういうことね。なんだごめん、違う想像しちゃった。映ってないところ。それは映せないわよ。言い出すわけないやろ。すいません。ちょっと映ってなかった時いろいろやってたんですよとか言わへんやろ。ごめん。やばいからそれは。僕からしたら普通だったんですけど、なんかカズトのペースを乱しちゃったんだなって気づいたタイミングがもうすぐで、そこからちょっと僕は一歩引いてカズトのタイミングをリスペクトしようかなと思って、やっぱり思うことだったりとかみんなも動いてたし気持ちを伝えてたので、僕もやっぱりそこで伝えたい気持ちがめちゃくちゃあったんですけど、でもそこはもう伝わってるといいなと思いながらちょっと一歩引いて、それでもピクニックは結構腐ってきました。そうだよね。初めてストレートにね。でも足怪我しておんぶしたりとかもなんかそういうこうさ。あれはガチなんですよ。結構言われるよね。ガチなの？結構グッときたおんぶ。ぴょんって言ってたら靴が脱げちゃって、それでゴキってなったんですけど。磯でやると痛いよね。磯は痛いのよ。そこ？で結構ちょっと離れたところだったんで、まあなんかおんぶするみたいな普通に聞いてくれたんで、まあなんかその場のノリで。そういう偶然の産物のなんか2人の距離を近づけるさアイテムになってると思うとすごいですね。じゃあちょっとですね、視聴者の皆さんからの質問が来てますんでぶつけていこうかな。じゃあこれいこうかな。配信されて恥ずかしいと思ったシーンはありますか？このシーン恥ずかしかったよと。現世とかどうですか？ここ恥ずかしかったっていうの。足が届かない。可愛かったわよ。本当に届かなくて、インスタみんなタグ付けして下にハッシュタグ足が届かないってついてくる。
すごい恥ずかしかったです。でもめっちゃ可愛かった。ね可愛い。めっちゃ可愛かったよ。やっぱみんなそれぞれ恥ずかしいシーンあんねやろな。ありますあります。優作とかある恥ずかしかったなあのシーンっていうの。なんか鶏肉ジュース飲みながらこうやってなんか和人君の方見てるシーンとかなんか切り抜かれてて、なんかそういうなんか不意なところは恥ずかしいなと思いましたね。逆に鼻くそは恥ずかしい。あれ話が下手くそ略して鼻くそね。あれはいいの。あれはまああれはなんか普通。あれはいいの？あれ優作の生活の中ではああいうことはよくあることなんです。ないです。本当になんか分かんなかった。なんでこうなったのか。あとモノマネも割とね。あれはすごいよ。チャーミングなねモノマネシーンもありましたけど。ボーイフレンドナイトでやっとその謎が解けたんですけど、劇中では急になんか謎のモノマネみたいなのしだしてた。あれはタラちゃんだったっていうね。そうなんですよ。ちょっといいですか？いやチューニング見たい。ボイトレいる？ボイトレもいるよね。チューニングいらない。あ、タラちゃんだよね。はい。チューニングもしてもらって。よかったです皆さん。いただきましたよ。タラちゃんのモノマネ。令和にタラちゃんのモノマネ。ありがとうございます。ありがとうございます。一日だけ生まれ変わるとしたらあら。誰になりたいかこのメンバーの中で。りょうたになりたい。そうなの？なんか身長ちっちゃいから180ぐらいになってみたいです。なんか他みんな筋肉ついてるから頑張ればなれる気がするけど身長はどうにかなれないもんし見てみたいです。なるほどね。でりょうたは？僕アラン。俺？あ、そうね、意外だな。なんかこの感じいいよね。人生で通ってきてなかったので、憧れというかすごいめっちゃ太陽みたいな存在ってなってみたいな。嬉しい。アランは？僕旬ですかね。そうなんか真逆なそのなんだろう反応の取り方というか、最初家入ってきた時に何こいつって思ったんですよ。なんかみたいなすごい多分眩しかったんだよね。けどなんか大丈夫かなってちょっと不安になっちゃったんですけど、その後なんか音楽聴いてる時に音楽好きなんだって言ってそこがすごいなんか分かり合えたというか、そうそこからなんか素敵だなとかそう思い始めたり、でもなんかその気持ちの表現は僕には多分できない。そうだね。だから一日だけだったらそうだね。一緒にやってみたい。そんな俊先生は誰になりたいんですか？でも僕誰にもなりたくない。旬節最高。誰にもなりたくない。それはい。もう自分でも俊は割と自分が好きなんかな。好きです。じゃあよかった安心。よかった。そっか。はい。あとどうですか配信見て初めて知ったこととかあります？いやでも育夫と大のこのちょっと言い争いみたいなのがあったじゃないですか。はいはい。それ育夫と俊が話してるところっていうのはやっぱ聞いてなかったんで、どういう風になってたのかっていうのが配信見てこういう風になってたんだっていう。あれね。唯一ぐらいかな。ピリッバチッとしたのは。大ちゃんどうですか？育夫氏ただのいい人だったんだなっていう。そうよ。そっか。ありがとうございましたっていう感じ。あの時はねちょっといろいろ思ったけども。まあ本当にしてほしくないんですけど、まあ彼のよしみっていうんですか。愛があるからね。よかれと思ってねやったわけですから。じゃあちょっとねもういろいろ質問もいっぱいあるんですが、当時の心境いろいろ聞いてきましたけれども、グリーンルーム出ました。そこです。そこでしょ？そこが聞きたかったです。今現在のこのメンバーたちはどうなのかどうしているのかっていうのを。これちなみにグリーンルーム出た後って連絡とかは取り合ってんの？なんかグループラインとかあんの？あります。よかった。で結構盛んにそれは動いてんのこのグループは。毎週エピソード出ると動かすよね。そう。そっか配信が始まる。打ち上げみたいなことはやったのみんなで。
やりたいって話はしたよね。僕も台湾行ったり来たりしてるのでそっかそっか合わせにくくて。現世は台湾半々ぐらい？そうです。今東京1週間、台湾1ヶ月ぐらいのペースで。そっか、じゃあ日本にいる時間が短い。で毎日テホンとやり取りしてる。ここは仲いいです。テホンも韓国と行ったり来たり？日本ベースです。テホンは日本ベースなんだっけ？東京ベース。はい、そっかそっか。で優作さんはあれ行ったんや、出て行ったやんか。海外行ったやんか。どこやったっけ？シンガポールだっけ？台湾に行きました。台湾か。はい。あの後も割と海外もちょこちょこ行ってるって感じ？そうですね、ちょこちょこ行って。人気ですから。もう日本代表してますから。おかげさまで。はい。これもほんまいろんな聞かなあかんことがある。テホンがさ、ご両親にカミングアウトするしないの話あったやんか。その後されました。両親が別居しているため別々で伝えたんですけど。伝えた？そうですね。全く同じことを言われてて、それはテホンの人生だから干渉しない。でも応援するから心配しないでねって温かい言葉をそうでいただきました。よかったね。じゃあそれってやっぱりこうみんなの意見とかもこう背中を押してもらったりとかっていうのもあった？そうですね。仲間がいてなんかそうですね。その場にはいなかったんですけど、みんながこうやって背中を押してくれる感じがしました。よかった。じゃあちょっとこう心の荷物がちょっと一個降りたというか。そうですね。今はその負荷がないですね。素晴らしい。よかったね。本当素晴らしい。じゃあちょっとカズとアランからいきましょうか。一応このグリーンルーム一応2組なんとなくカップルが生まれたなって感じやったけども、カズとアランはその後一緒に出ましたけども、その後どうでしたか？当時のその一緒に出た時の気持ちっていうと、もう本当にグリーンルームでアランと過ごしたアランという存在はすごい優しくて、ポジティブで僕に対してすごいまっすぐに思いを伝えてくる気持ちにもう僕も惹かれつつあったのが、正直な気持ちなんですけれども、今では恋人には至ってないんですけど、最高の友達に出会えたことを今でも感謝してます。そういう感じ。なんか僕も一緒に過ごしてて自分と向き合う時間がすごくあったんですけど、その距離感、人対人とコミュニケーションを取ったりとか関係性を縮める時の距離感をカズトがいてくれたおかげで、経験のおかげですごい考える時間がすごくあったんですよね。でなんかそこで好きっていう気持ち、素敵だなって思う気持ちは変わらないし、そうすごくそれも大事にし続けていきたい。すごい。あと自分の生活にその記憶が自分のいいところだったり、新たな関係性だったり、友達とかも仕事も家族とかも、もう僕アランっていうものをよくしていってくれる貴重な経験になってるので、友達だったとしてもなんかその恋愛彼氏とかじゃなかったとしても同じぐらい素敵なもので、それを続けていきたい、育てていきたいっていうか。素敵。素晴らしい関係性だわ。すごいいいですね。いろんな関係があっていいんだもんね。じゃあ大春の2人。ここよ。どうしてるのよ。どうしてるのよ。お互い気持ちを確認し合ってキスをして世界が注目してるよ。その後2人どうなってんの？お酒飲みたい。その手を見て酒飲みたい、こうやって。これ言わないでね、手でね。じゃあもう順調にというか、仲良くやってるんですね。なんなら愛は深まってるんですか？そうです。もう右肩上がりかな。週何回も会う感じ？いや、撮影から今までずっと一緒に住んでる？はい。どうしてるの？あ、そうなんだ。素敵。実家にもう3ヶ月ぐらいもう居候してて、撮影が終わった後に。大の実家に。うちに一緒に住んでます。すごいね。あとお友達たちにもお会いになった？しゅんさん。何しました？大丈夫だった？大丈夫でした。ちょっと緊張したけど。そうなんや。そう。素
敵だね。キュンキュンしちゃうわ。そのあれはちょっとこう喧嘩とか、また瞬間いややだとかなったりとかしてないの？ほぼ毎日。ほぼ例えばどんなことでありました？直近キンキンで言えるやつあります？金刺身。でもそれってさめっちゃ前じゃん。何イチャイチャイチャしてんの？二人の世界で。それでいいよそれで。刺身か。刺身か。本当に大喧嘩になったのが、刺身を僕が買ってきた刺身を4切れあって、僕が1切れしか食べてないのに残り1切れになってたんですよ。じゃあ2切れおかしいね。おかしい。そしたら大がなんか「しゅんやめてよ」みたいな「なんでそんな食べるの?」みたいな言い出したから「え食べてないし」ってなんかそう本当にびっくりしてる。刺身事件。これで大喧嘩。それ大喧嘩だったの？カーペット変えなきゃいけないぐらい。醤油がバーン。もう鍋がバーンみたいな。刺身で？全特感。それはよくない。俺のブリどこ行った？まあでもそんなもんですよね。一緒に生活してると。まあでも仲良くやってて安心しましたね。周りのみんなはでもなんか相変わらずなんだなっていう感じで見守ってる。ね、そっかそっか。ねずーっと2人手つないで。それご実家でもその調子だったの？じゃあ大のご家族とかどうしゅんさんのことをご覧になってたの？この見た目で結構中身がおかしいので、それが面白くて、家族はみんなそれがもう面白い可愛いってなってるんだ。ついて。確かに突っ込みたくなる。仲良くなってんだじゃあお母さんとしゅんもね。めっちゃ仲いいね。昨日もランチしたね。はい。よかったね。なんかみんなすごい幸せそうでよかったですね。さっき手つないだ瞬間にそれまでちょっと距離を置いて座ってたのとグッと詰めた瞬間がなんかもうキューンって我慢してたんだなって。ずっと我慢してたんだね。1時間ぐらいね。ちなみにね他のみんなは恋愛面とかはどうなんですか？いいことかどうなの？特に彼氏はいないですけど、まあちょっとこう声をいただくというか、まあ一気にこう3人とかから声をいただいたり。カスト状態じゃん。やっぱそれこそボーイフレンド見て素敵ってなってっていうのはあるかもしれないですね。優作は？モテモテでしょ。僕は今仕事ゴーゴーダンサーとしてちょっと集中してる状況で恋人は作ってはいないんですけど、まあでもやっぱりこう海外とか行った時とかこうその場に人もうちょっとこういい人いないかなっていう目線で見ることはあるかもしれない。仕事しろ。客の物色ね。それはやっていこう。どこに出会いがあるか分からへんもん。確かに。りょうたはどうですか？僕は今パートナーはいなくて、僕も今モデルの仕事を集中して頑張りたいなと思っていて、その中でいい方が出会えたら嬉しいな。素晴らしい。これからって感じか。現世どうですか？なんか意外と海外の方から支持されてて、アメリカとかキソキュートとか褒められるんですけど、海外の人ありんじゃないかなって今ちょっと思い始めてて。いいじゃんいいじゃん。どうなんですか？私はグリーンルーム出てからいきなりモテモテで、聞いてない年末ぐらいに5人とでも軽いデートぐらいで、そうです。その中には多分シュンとダイと同い年ぐらいの人もいたんですけど、前は確か年下の人がちょっと苦手意識があったんですけど、やっぱりグリーンルーム生活した上で年下もありのかなと思って、そうですね、変わりました。そうか、年齢層の幅が広がったんや。なんかそれぞれみんないい感じになってますね。仕事に恋愛に頑張ってて。カズとはどうなの？今誰か気になる人とかおらんの？まあアランを横にいて言いづらいかもしれんけど。実はみたいなないんですけどないんですけど。お仕事どうなの？いや仕事はもうなんか見てくれた人たちが結構来てくれて。そうか。いやもうまたモテモテなんじゃない？
いやそんなことないんですよもう本当に。でもこれにみんな出て私たちから見ると全員すごい成長してる感じがしたんですけど、こう人としてもね恋愛観としてもどうですか、その辺の自分がちょっと変わったなみたいなところって。僕は一番大きいのは、傷つきたくないから恋愛をしないって思って生きてたんですずっと。ドキ全員ドキ。そうで将来のこと考えたりとかしてもう仕事の方に頭を切り替えてキャリア学歴とかそういうの真面目にやってたら、こういう機会が巡ってきて僕が逃げてたものから逃げられない状況を作ってもらえたので、出たいって思って出て、多分普通に会ってたらこんな向き合えてないんです。そうか。逃げ道がいっぱいあったので。確かに。間違いないわ。そう忙しいからって言えば僕は傷つかないで適当に過ごせるけど、それができない1ヶ月半で初めてこの人にだったら傷つけられてもいいのかもしれないって思えたら、ここに至るまで旬に気持ちを向けたまま来れました。いや刺さるわ。みんな大人は傷つきたくないから今恋愛逃げてるけどね、これ見て恋愛したいって言ってる人すごい増えたもんね。いや絶対増えましたね。めちゃ増えた。今の言葉は本当にありがとうございます先生。こちらありがとうございます。傷つくけどね行かなきゃいけないわ。でもどうでした？私はグリーンルームで恋ができなかった分これからちょっと他のみんなは気になってる人に対しての表現とかいろんなことを見させてもらっていろいろ学びがあったので、自分もそれを生かしてこれからのそうですねラブライフにちょっと取り組みたいなと思います。素晴らしい。頑張ってください。ありがとうございます。源生ちゃん。今でも鮮明に覚えてるんですけど、アランが言ってた言葉があって、自分が幸せか幸せじゃないかって行動する前にそれを考えて、シンプルに考えてそれを動けばいいって言われてたから、それを未だに覚えてて、人生もこれからそれを心に思って人生過ごしていきたいなと思ってます。素敵。アラン素敵。大事なことなんですね。さあ亮太。僕はしゅんちゃんが言ってくれた「りょうくんらしくいてね」っていう言葉と、あと源生さんが「あなたは魅力的だから大丈夫」っていうその2つの言葉がすごく残っていて、これからの生活とか仕事面でも頑張っていけるんじゃないかな、それを胸に頑張っていきたいと思います。素敵だよ。亮太もねお仕事で活動してるところ僕らもみんな楽しみにしてますので、追っかけてる。優作さん。僕は本当に今までの生活がトレーニングしてご飯食べてトレーニングしてご飯食べての本当に単調な生活だったのでグリーンルームに入ったことでその人との関わり、いい意味ですごいストレスなんていうのかな、そういうぐちゃぐちゃに考えることがたくさんあって、とてもこう刺激的な、経験だったかなと。人と関わることって本当になんか楽しいなっていういいことだなって思える体験でした。いやそれ思ってもらえたらすごい良かったよね。本当大事。さあいこちゃん。はい。僕も源生君と同じなんですけど、アラン君からいただいた言葉、その幸せに対してっていうところで僕のセクシャリティも含め世の中でセクシャリティに悩んでる方だったり生きづらい世の中を、僕たち含め、僕も通してですけど一人の人間として発信していけるような人間になっていきたいなっていうふうに今は思ってます。素敵だよ。素晴らしい。しっかりしてるわ。はい、じゃあアラン。僕は再確認ができた。やっぱり自分の幸せを基準にするのってたまに生きてて忘れちゃったりとかしがちなんですけど、やっぱりそこにね自分のベースに置くだけですごくやっぱり生きやすくなるっていうか、自信が持てる各選択歩む道だったりとか、だからそれを改めて自分も大事にしていきたいなって思ったのと、やっぱり改めて自分の幸せを見て幸せになる人たちがいっぱいいる。でそれの力ってもう僕がコントロールできるものでもないし、自然と広がっていくものなので
素敵。再確認できましたそれが。素晴らしいんだからいつももう最高だ。さすがやっぱアンミカさん好きなだけあって途中アンミカさんの言葉みたいに聞こえてきましたけどもね。格言いただきました。アランにはもう救われましたよ。本当に。はい、じゃあカズトさん。いや本当最初は見ず知らずの人たちと共同生活するっていうのが本当に不安で、もうみんなと会うまではめちゃくちゃ怖かったんですけど、みんなと一緒に過ごせたこの期間っていうのは、まあいろんなちょっと揉め事だったりとかぶつかったりすることもあったんですけど、そこからいろんな価値観とか考え方をみんなから学べて、僕の中でもすごい成長できた1ヶ月だったなっていうふうに感じてます。これから先に活かせそうですか？はい、活かせそうです。ね、お仕事も忙しいと思うけども、じゃあ最後しゅんちゃん。大のおかげでなんか初対面の人に対しての柔らかさとかなんかそういうコミュニケーションの大事さ、僕やってきてなかったので、そのすごく最近もよく言われてて、言わないとわからないよみたいな、それをちゃんとインプットできたのが人生においてありがたい、すごいじゃん。成長になったかなと思います。よかった。ではそれに言われてこうしゅんが心を閉ざしてしまわなくてよかったなってすごい思う。受け入れて成長していくっていうのはすごく良かったですね。ベストカップルだ。あれ、すいません。今日ちょっとごめんなさい。ゆうたくさん。いいです最後そんなせんでも。MC たちの方々にプレゼントがあるんですけど。プレゼント？優しい忙しい。鶏肉ジュースはさっきいただいたからね。いただいたから。やだ。俺めっちゃ若返ってるな。みんな可愛くなって。素敵。才能ですよ。すごい。ありがとうございます。私。じゃあ皆さん代表でありがとうございます。本当に嬉しい。超可愛い。いややるね。優しい本当に。優しい。ありがとう。さあということでもう話は尽きないですけれども、次にですね全話配信、Netflix で世界配信中の恋愛リアリティショーボーイフレンド、皆さんもうこのメンバーも出てますんで、ぜひご覧ください。見てね。お願いします。when we were dazed and confused.